海自最大護衛艦出雲が空母化改修。 F35B 搭載数は10機。2015年3月に就役した出雲は全長248メートル、幅38メートル、満載排水量2万6000トン、乗員470名、司令部要員50名まで収容可能だ。2009年に就役した日向型よりも一回り大きく、海上自衛隊の護衛艦の中では現在最大のサイズである。出雲の2番艦である加賀も就役しており、日向、伊勢を合わせると4隻のヘリ DDH が就役している。DDH とはヘリコプターを複数搭載できる護衛艦のことで、部隊の中核となる存在だ。日向型からさらに進化した出雲は航空機の搭載機が最大14機となり、同時に5機の発着艦が可能だ。ヘリコプターは常に搭載しているわけではなく、他の護衛艦と同様、出港時に航空部隊から飛んできて訓練や任務中のみ搭載する。また、車両、人員輸送、医療システムを向上しており、さらに従来の護衛艦にはない洋上補給の能力まで持っており、他の艦艇に燃料補給をすることも可能だ。今回は出雲が空母化されることで F35B 戦闘機が搭載可能となることについて解説していこう。出雲が空母に F35B を運用。出雲の見た目は全通甲板と言われる滑走路のようなフラットな甲板で、艦橋が右側に寄っているため、一見空母に似ているが戦闘機などは発着艦できず、現在はヘリコプターのみを運用している。戦闘機は発着艦できないが、オスプレイは問題なく発着艦でき、格納庫内に収めることも可能だ。広い甲板は5機のヘリを同時に発着艦でき、潜水艦を探知して攻撃する対戦戦を行うためにもヘリの運用が非常に重要になってくる。2カ所に巨大な航空機用エレベーターがあり、第1エレベーターが20メートル13メートル、第2エレベーターが15メートル14メートルで甲板下の格納庫へ運搬することができる。航空機を運用する上で保守整備は必ず必要となってくる。そのためにも出雲の格納庫はかなり広く、高い整備能力を持っており、航空機の整備を担当する第5分隊の人数は60名近い。通常の護衛艦の航空整備員は10名程度なので、いかにも出雲の整備員が多いかがわかる。2020年現在は航空自衛隊の F35B 戦闘機を運用できるように空母化の改修が始まっている。改修工事で行う出雲の空母化は、一般的な空母のようにカタパルトという強制加速装置を使用して艦載機を飛ばす方法ではない。F35B は短距離離陸が可能な航空機のため、通常の空母のように強制的に加速させるカタパルトや長い滑走路は必要ない。また着陸時は垂直着陸するため、減速させるアレスティングフックも不要である。2020年3月から31億円をかけて飛行甲板の耐熱塗装と誘導灯の設置工事などに着手しており、約1年間の改修工事が必要となる。さらに2025年の定期修理でも2回目の改修工事を行う予定だ。F35 については147機体制の予定で、そのうち42機が F35B となる。B は垂直起陸できる機体であり、つまり出雲に帰還できるのは B のみということになる。改修後は F35B が10機ほど搭載できるとされている。アメリカ海軍の空母に比べれば少ない搭載数であるが、現在よりも戦闘力が上がるのは間違いない。出雲の改修工事、927度の高温に耐えられる甲板。ヘリと戦闘機では消費燃料が桁違いなため、大量の航空燃料を詰めるタンクが必要になる。もともとはヘリコプター搭載専用で建造されているため、F35B に補給する航空燃料の大幅な増加が必須だ。また、F35B に装備する武器を保管する武器庫の確保も必要になる。この2つは火災時に大きな被害が発生することが予想されるため、艦内の火災対策も強化しなければならない。飛行甲板の耐熱仕様であるが、F35B のホバリング試験では温度が927度、排気速度はマッハ1というデータになっている。飛行甲板から数メートルの高さでホバリングをすれば、甲板面は高温にさらされる状態になり、通常の甲板では溶けてしまう恐れがある。アメリカの強襲揚陸艦では、対策としてサーミョンと呼ばれる耐熱とスリップ防止を兼ねた特殊コーティングを施している。出雲も同様の素材が使われる可能性は高い。2番艦の加賀は2022年3月から空母化の改修工事に入る予定であるが、
出雲が2回に分けて行う改造を一度で実施する。出雲の武器は近接防御のみ。出雲の兵装は20ミリシウス ×2 と近接防御シーラム ×2 だけで、通常の護衛艦のように攻撃武器はなく、時間防御のための武器のみとなっている。また、敵のミサイルから身を守るために、チャフと呼ばれる細かい繊維状の電波反射体を空中に発射して、ミサイルのレーダー探知をそちらにそらすことで、おとりとなってくれる弾薬も搭載している。チャフは全ての護衛艦に搭載されており、艦艇のサイズによって発射数が変わってくる。ちなみに、同じ DDH 型でも、ヒューガ、伊勢には、VLS 垂直発射装置が装備されており、対空ミサイルを発射することが可能だ。DDH は基本的にはイージス艦などに守ってもらいながら行動する HVU ハイバリューユニットと呼ばれる役割だ。ハイバリューユニットとは空母や補給艦など敵にとって最優先の攻撃目標でもあるため、必ず護衛するユニットと共に行動する。有事の際、敵国は艦艇だけでなく揚陸部隊を発出したり機雷を撒いたりして海上を封鎖することも考えられる。そのような事態に備えて、出雲は陸上自衛隊の車両や人員を輸送する能力もあり、航空掃海を行う MCH ヘリコプターの搭載や掃海艇の母艦としての役割も果たすことが可能だ。F-35B に当てられる任務とは、空母化の改修が終われば航空自衛隊の F-35B 戦闘機も搭載可能になるため、多種多様な任務に対応できる護衛艦になることは間違いない。F-35B は垂直離陸ができるタイプのため、F-35A よりも機体重量が約 1300 キロ重くなっており、さらに燃料搭載量も少ないため、戦闘行動範囲は F-35A と比較すると小さくなっている。任務は対地支援攻撃や対領空侵犯処置を艦上から行うことが主な目的であるが、出雲を含めた艦隊は敵航空機の格好の標的にもなる恐れがある。そのため F-35B は艦隊防空の任務を担う可能性は十分にある。出雲の空母化、まとめ。出雲が空母として生まれ変わった後は、どのような任務や部隊編成が組まれるのであろうか。また、海上自衛隊が誕生して以来、初めての試みとなる航空自衛隊との統合運用は今後どうなっていくのだろうか。出雲は米軍の空母と違い、早期警戒機や電子戦機は搭載しないため、F-35B だけの単独作戦になるものと考えられるが、高いステルス性を生かし、敵が探知するより先に先制攻撃が期待できる。また、優れた情報収集能力で、早期警戒機のように艦艇が探知できない距離の目標を探知して、その情報を送信する役割を果たすことも可能だ。出雲の空母化は近隣諸国の状況を考慮すると必須であり、なるべく早く F-35B の本格運用ができることが望まれる。